一流の50代、みんなやってる。皆さんこんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ。3100万円自己投資する人生学校が、早く読んでおけばよかった。最高と感じた本だけを約10分でまとめます。今回は、中谷明宏さん著、50代でしなければならない55のことです。では早速究極の目次からいきましょう。なぜ50代が一番大事なのか。一流の50代になるために50代でしなければならないこと、究極のランキング10選。ギネス中に本を出版されている中谷明宏さんが書かれた50代に特化した内容です。今日の動画はすごいですよ。この動画1本に人生学校の思いをしっかり込めました。有料級です。この動画をご覧いただければ、最も大事と言われる50代にやるべきことについて時短して、究極に大事なポイントがほぼ網羅できるはずです。それでは本題行きましょう。なぜ50代が一番大事なのか。なぜ50代が大事かというと、日本人の幸福度調査で幸福感が最も下がる世代。これが50代だからなんです。では、なぜ50代で幸福感が最も下がるかというと、定年が間近に迫っている、子供が独立する、離婚が増える、などが原因になっているようです。そして、この50代が一つの分かれ道のポイントとなって、50代以降の幸福感が上り坂か下り坂になるというのです。最新の脳科学の研究では、人間の脳のキャパシティのピークは人生の中で2回あるそうです。それは何歳かというと、28歳と55歳です。20代は自分がしたいことや好きなことをやろうとすると結構失敗します。なぜかというと、そもそもできることが少ないということに加えて、やるべきことがたくさんあるからなんです。そして30代、40代は体力的にできることの数が減っていきます。それに比べて50代は脳が最強になる上に自分に必要なことをしっかり選択して絞り込めるので、20代よりもっとすごいことができるというわけなんです。20代は余計なことをたくさんやる時期。30代、40代は悩みながら捨てる時期。50代は選び抜いた絞り込んだものにエネルギーを一気にぶつけられる時期。だからこそめちゃめちゃ大事なんです。一流の50代になるために50代でしなければならないこと究極のランキング10選。第10位。持ち物を少数精鋭にする。50代になる前に本当に良いものだけを選択して、それ以外は捨てて少数精鋭にします。持つ、着る、使うことでテンションの上がるリスペクトできるものだけにするのです。すると全てが勝負服になります。今これを着ているところを人に見られたくないなと思うものは一つも持たなくても良いというわけです。あなたは50代になる前に何を捨てますか？ちなみに鳥の鷹は40歳の時にくちばし、爪、羽が弱くなるそうです。その先も生き残るために40歳を前に今まで自分が住んでいたところよりもはるかに高い山に登るそうです。そして残っているくちばしを岩に打ち付けて自分で全部折るのだそうです。するとやがて新しいくちばしが生えてきます。その新しいくちばしで今度は自分の爪を一枚一枚剥がします。その後新しい爪が伸びるとくちばしで羽を全部抜きます。この半年間餌を取ることができません。もちろん痩せ細りますが生まれ変わりの状態になります。そして新しいくちばしで羽が生えてきた鷹は再び下界に降りて70歳まで生き延びるというのです。人間も同じく50代になるまでに必要なものを見極めて捨てるものは一旦捨てて新たな生き方を準備しておけると良いのかもしれません。第9位。断る、嫌われる、褒められることをやめて自由になる。50代になって自己肯定感が下がってくると他人から褒められることを求め始めます。これが自慢話につながるんです。だからこそ50代までに自己肯定感を高めておけば人から褒められることを放棄できます。すると50代で自由になれるというわけです。50代だからこそ断る、嫌われる、褒められることをやめることで本当の自由になるのです。第8位。しなくていいことをやる。50代ではした方がいいよということを放棄することによって圧倒的に時間が生まれます。50代は付き合いや出なければならない会議もたくさんあって責任も増えてくるものです。50代になって今更しておいた方がいいことに手を出す必要はありません。あえてしなくていいことをやっていく方が新しい出会いが生まれるのです。しなくていいことをやることで時にはそれが人助けになることもあります。これ余裕のある50代ならではの感じがしますよね。俺50代になったからしなくてもいいことをするようにしてるんだよねって言ってみたい。第7位。生命力を高める。50代になって何かをするときに何のためにそれをやるのと言ったらそれはただ一点自分の生命力が高まるかどうかです。世の中はどんなことが起こるかわかりません。例えばどんな天変地異が起きてもできれば自分が足手まといになる側にならないことが大事です。助ける側に回ろう。これが大切なんです。そのために50代だからこそ生命力を極限まで高めておくのです。第6位。やり抜いた自分を超える。
40代までにやり抜いた自分を作っておいて、50代はさらにそれを超えることを目指すことで、上り坂の50代になれます。決して昔話をしながら、俺ってすごいことをやったんだぞ、と自慢話をする50代にならないようにしたいところです。第5位、自己流ではなく先生に学ぶ。50代になると何かを学ばなければならない時に先生につくことに躊躇が出てくるんです。今までの人生経験というプライドがついつい邪魔をしてしまうんです。だからこそ、年下の先生に素直に習うことができるか、できないか、これは大きな分かれ道になります。やはり習い事は自己流ではなく、先生に直接直してもらいながらやる必要があるんですよね。そうしないと、間違ったやり方で悪い癖が固まってしまうことになって、余計遠回りになってしまうからです。第4位、トライする。20代で負けているより、50代で負けている人の方が、はるかにかっこいいんです。最初から負けが分かっていても、トライしていることが本当のかっこよさなんですよね。50代になると、器用さが身についているので、そもそも負けること自体減ってきます。なので、負けないようにしようと思えば、負けないで済みます。だからこそ50代は、恥をかくことを恐れず、どんどんトライしようというわけなんです。そして定年後にしたいと思っていることを今すぐスタートしておくことで、定年後でも継続ができるようになります。そしてあえて自分が追い詰められるような場所へ行って、異質な友達と会うようにすることが大事です。50代だからって落ち着いて安全圏に留まっていては、下り坂の50代になってしまいますよ。第3位、スケジュールをぎゅうぎゅうにしない。一旦自分が投獄されたと妄想して、スケジュールを開けてみます。なぜなら、実際に投獄されたり、動けないような骨折、入院するくらいの病気をした人は、人生の転機を迎えるからです。なぜ転機を迎えるかというと、一旦立ち止まって自分の人生を考える時間ができるからです。あくまで仮想でいいので、投獄、入院してみて、スケジュールを強制的に開けて、10年後にしなければならないことを考える時間を作るのです。例えば、自分がいなくなった10年後の会社のことを先に考えて、前もって人を育てておく必要性や、今から準備をしておくべきことを考えるのです。今日、明日のことだけを考えて生きていたら、今と全く同じ状態のまま、気づいたら60代になっていたなんてことになりかねません。考える時間を作るためにスケジュールを開けておくこと、大事なんです。すると当日のお誘いにも対応できて、チャンスを待つこともできるというわけです。第2位、黙って話を聞く。50代は自分自身が相談役になる必要があります。相談役を求めていた時代から自分が相談を受ける側になります。相談には2種類あります。自分に関係のある相談、自分に関係のない相談です。50代から上り坂になっていく人は、自分に関係のない相談に喜んで乗ることができるんです。相談に乗ったからといって、誰の評価も受けないし、見返りもありません。自分の利害に関係のない相談にも黙って話を聞いて、相談に乗れる50代。かっこいいですよね。第1位、生きている感じがすることを選ぶ。社会的成功を放棄してでも、自分がしたいことをする。これです。明日死んでも悔いはないと言えるようにすること。あれをやっておけばよかった。これをやっておけばよかった。というのは一番悔いの残る死に方ですよね。ホスピスで余命いくばくかの人たちに、今後悔していることは何ですかというインタビューの答えで一番多かったのは、したいことをしておけばよかった。です。しなければいけないことばかりやって、本当にしたかったことができていないんです。あなたも幸せになっていいんです。自分の幸せを許していいんです。自分たった一人が幸せになれば、この世の中から幸せな人が一人増えます。これが世界中の人が幸せになる唯一の道ですよね。50代になったら人生でしてきたたくさんの過ちを許してあげて、自分が幸せになることも許してあげられるようになりたいものですよね。だって十分頑張ってきたんですから。50代では不要なものを捨てて断って自分がしたいことや生命力をアップする習慣を作っておく絶好の機会なんです。10代の頃、20代になったらめちゃめちゃ大人になるんだろうなって思っていたけど、いざなってみたら10代と変わってないなって思いませんか？50代なんて言ったら超余裕のある大人、80代になったら悟っている感じかななんて想像していますが、いざなってみたら今とそんなに気持ちも変わらないんだろうなって思います。ただ、新しい経験や挑戦を積み重ねることによって、物の見え方は変わってくるんじゃないかななんて思いました。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方は、ぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が、今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間使用いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。
今回の中谷明宏さん著、50代でしなければならない55のことのまとめには、この他にも50代ならではのしなければならないことが詳しく書かれていますので、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは理想の50代以降を手に入れることが必ずできます。あなたは50代以降、本当にしてみたいことは何ですか？もしよかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。